1月10日からですかね、チーム世界選手権という、レンジの国際大会が開催されるんですけれども、それに先立ちまして、なんかどういう局面が出そうかなというようなね、予想動画といいますか、考察動画を撮りたいと思いまして、この動画を今撮影しております。で、撮影するにあたって、いろいろ調べたんですよ。なんかデータがどうなっているかとか、あとは、局面がね、具体的にどんな局面がね、直近、ここ1年ぐらいで打たれてるのか、とかをね、調べたので、本当は、レンジ版を出して、これらをね、つつきながらね、検討しようかなって思ってたんですけど、試しに撮影してみたらね、なんか軽く2、3時間ぐらい超えちゃいそうだったんで、ちょっと、それは、なんか後の編集とかも大変だなって思ったので、一旦そういうのはなしにして、私がこう、なんか適当に聞くを見てね、思ったことをね、話そうかなって思います。で、そもそもなんですけど、2026年の今はですね、連中に、AI がね、入ってきてから6年目ですかね、2020年に、カタゴという、レンジのソフトが、もともとは囲碁のソフトかな、があったんですけど、それのなんかレンジバージョンが出て、で、なんかそれがどうやらめちゃくちゃ強いねということで、急速に普及していったんですけれども、そこから6年経って、だいぶ状況は変わったのかなと思います。具体的にはね、これはなんか私の完全な印象なので、あの、なんかデータがあるとかじゃないんですけど、最初の1、2年ぐらい、最初の1、2年から3年ぐらいまでかな、なんか AI のなんか最善手暗記ゲーをね、みんな頑張ってたんですよ。っていうのは、これ多分どのゲームでもね、あるかと思うんですけれどもね、なんか本当に圧倒的に強い、こう、なんか人間ではない何かが手に入って、それをこう常日頃使えるよってなった時に、こう、まず最初に思うこととして、このソフトの打つ変化全部覚えれば勝てるんじゃねっていうのをね、多分ね、思う方が非常に多いと思うんですよ。で、実際、そういうのをね、試みて、本当になんか AI の最善手をなぞるだけで、バタバタバタってね、かつ寄付とかもね、黎明期は割と散見されたと思います。で、当時だと、そもそも AI っていうものを、なんか積極的に利用しようっていう人と、なんか怪しいなと思って、いや、自分は今まで通りのやり方でやっていこうっていう人がね、結構二分されてた印象があるんですけれども、そういうのもあってね、AI を積極的に活用した人がかなり効率的に星を伸ばしたなという印象がありました。ただ、それがもう6年経つんですよね。6年経つと、さすがになんかみんな、こう、それぞれ AI に対するなんか向き合い方みたいなのがそれなりに確立してきまして、とりあえずほぼ、強いプレイヤーはほぼ全員と言っていいぐらい、AI は使ってるんですね。なので、そういう直接的な情報格差みたいなのが、こう、活かしにくくなって、で、当初は、AI の、なんだろ新手みたいなものがね、たくさんポイポイ出てたんですけれども、そういうのも、出尽くしたとまでは言わないけれども、結構落ち着いてきたかなっていうところが、今の2026年です。で、ざっくり AI を基準に考えると、現在ね、よく打たれてる局面っていうのはね、主に大雑把にですよ、大雑把に分けると3通りあるかなと思います。で、まず、最初の1個目っていうのが、
AI 的には勝敗が確定してしまった局面、つまり、いわゆる終わった局面ですね。レンズだとね、難解 A とか呼ばれるんですけれども、A っていうのは、主に黒が必勝ということが確立した局面ですね。っていうのと、あとはね、もう一つが、ほぼ一直線のドローの局面っていうのがあります。これは、最善を続けると、ほぼほぼ誰が打ってもドローになるんですけれども、そこから外してしまうと一気に負けになったりとか、不利になったりするっていうような変化ですね。で、最後に、AI 的には、そこそこ互角なんだけれども、なんか人間的には例えば黒を持ちたいよねとか、白を持ちたいよねとかいう風に、人間と AI で、局面評価の差が出るような局面ですね。っていうのがね、主に3通りに分かれるかなって思います。で、今、この話を聞いて、この1、2、3、正確に言うとね、こんなにはっきり分かれてるわけじゃなくて、ある局面ではなんか1と2の要素を持ってるとか、1と3の要素を持ってるとか、2と3の要素を持ってるとか、結構、複合的だったりするので、一概にそんなきっぱりね、綺麗に分けられないんですけれども、この1から3までの局面、皆さんやるとしたら、勉強するとしたら、どれが優先順位高いと思いますか？ちょっと考えてみてください。なんだろう。ちゃんと考えたい方はね、一時停止してもらっても全然構わないので考えてみてください。はい。で、ここからは、なんかね、私の考える、なんか優先順位というか、多分、皆さん、私も含めて、こういう風に、優先順位をつけてやってるんじゃないかなっていうのを言いますと、まず一番優先されるべきは2ですね。ほぼ一直線のドロー局面ということで、これなんで優先されるかっていうと、これは本当に、知ってるだけで、相手に勝てたりとか、あるいは、知らないと、一直線で負けてしまったりとか、あるいは、この人に勝ちたいとかあっても、こういうなんかドローの局面に誘導されてしまって、そこから変化できずに、なんかドローにされてしまうということが非常に頻発します。で、あとは、こういうのをね、知らないと、相手にバレるとですね、みんな、この人、この変化打てないんだっていうことがね、みんな感づいて、そういうのをね、これが打てないっていうことは、じゃあこれも打てないでしょとかね、なんかそういうのをなんか無限に仕掛けられるんですよ。で、そうなると、すごい困るんですよね。一番困りやすいのがこの2なので、多分、その2のほぼ一直線のドロー局面というのは、おそらくほとんどの方が優先して対策する。あと、このドロー局面っていうのを基準にその作戦を組み立てていくっていうのをやっていく方が多いんじゃないかなと思います。実際はわかんないけどね。で、その次は3ですね。AI では互角なんだけれども、人間だとね、ちょっとどっちかを持ちたいなっていうのがある局面で、これにすごい、莫大なリソースを取られます。実際、今回この動画を撮影する上で、過去1年ちょっと分ぐらいの、レート2500以上の人たち、つまり、大体競合ですね。競合の方の寄付を見てみたんですけれども、ほとんどの寄付は、とりあえず AI 評価では互角な局面か、それに近い局面を、やってます。だからほとんど2か3なんですよね。っていうのをやってて、で、3っていうのが、これめちゃくちゃ大変で、私は全く
ちゃんと勉強できてないんですけれども、いや、そうなんだよね。3大変だから、人によっては、っていうか、かなり多くの方が、最後の優先順位である1、その、勝敗が決まっている局面、終わっている局面というところまで、なんか勉強が追いついてないんじゃないかっていうふうに思うんですよね。で、なんで今回、この3つの区分に分けて局面を紹介したかと言いますと、今回棋譜を見ててですね、この1の勝敗が決まっている局面っていうのも、まあそこそこ打たれてるんですよね。で、軽く調べてみたんですけど、こう、皆さんイメージしてみてほしいんですけれども、AI 的には結果が出てますと、勝敗が決まってて、で、打ってる人たちは、ほぼトップレベルにみんな強いですってなった時に、じゃあ人間も AI と同じように、なんか勝敗が決まってるんだから、その結論通り勝つと思うじゃないですか。で、私もそうだと思っていて、すべてのね、この A の局面がどうなっているかっていうのをちゃんとデータ取ってないんですけど、軽く取ってみたところ、この2025年から2026年の区間の棋譜だと、おおよそ5割前後なんですよね。なので、半分近く勝ててないっていうか、星を落としてるっていう状況になります。っていうのは、いろいろ理由は考えられて、一番は、やっぱニトさんの取るリソースがすごすぎるから、なんか1まで、手が回らないっていうのと、あと、局面で結論が出てて、手順も公開されているものが多いんで、それをなんとなくパラパラって見て、これ自分で勝てそうだなって思って、いざ、大会とかで実戦で打ってみると、なんか全然勝てないなってなるパターンですね。っていうのが、多いんじゃないかなって思います。ですので、いや、今回ね、結構この AI 的に勝敗が決まってる局面っていうのが、そこそこ打たれるんじゃないかなって思うんですよね。例えば、直近の世界選手権、例えば2025年の世界選手権だと、そういう棋風は結構少なかったなっていう印象があるんですけど、どちらかというと、なんかみんなガチガチのドロー系とか、互角系とかをやってっていうのは、なんか、相手の研究範囲がいまいち読めないから怖いんですよね。なんか、自分が積極的に外して、なんか相手に万が一対策されてたら、なんか負けてしまうわけなんで、それが怖くて多分やらないんですけれども、で、そういうことをやった結果、去年の世界選手権は、引き分けがすごく多かったんですね。具体的には確か35%とかの数字だったと思うんですけど、ちょっと正確な数字忘れました。すいません。だったんですけど、今回については、なんか意外と、みんな対策できてないなっていうか、なんか私と同じようにっていうか、自分も対策できてないんだけど、なんか人も対策できてないんだっていうのが、なんか、結果としてちゃんと現れ始めてるなっていうのを、データベースを見てて感じました。なので、AI 的にこの勝敗が分かれている局面っていうのは結構出るんじゃないかなって思います。あとはですね、互角の局面でも難しくて、AI 的には互角なんだけど、例えば人間的にはね、黒を持ちたいっていう局面があったとして、で、そうすると、これ黒持てば大丈夫だなって思ってると、あんまり真面目に研究しないんですよ。もっと、どっち持っても難しそうだなっていうのに、どうしてもね、意識が行きがちだと思うんですけれども、そういうのを利用して、AI 的にはね、黒持ちなんだけど、そこをあえてね、白番を持ってね、白番の進行をすごい研究して、相手よりもたくさん知ってるぜっていうことで、
そういうなんかね、経験値の差で勝とうとするっていうのもね、まあそこそこ出るんじゃないかなっていうような気がしてますね。で、こうやって話してると、なんかすごいね、知識ゲーじゃないかっていう風にね、思われるかもしれないんですけれど、これがね、結構今のレンジの面白いところで、なんかみんなが、こういう知識をね、詰めていく結果として、なんか実践で出る局面はね、意外とわけのわかんないことになることが割とあります。っていうのはね、お互いに相手の思惑を外そうとするので、なんか片方の思い通りになることってすごい少ないんですね。だいたいなんか、どっちの主張もあんまり通らないっていうような局面になることが多くて、うん、それがね、今回の世界選手権の見どころかなっていうふうに思います。うん、いや、本当は、なんかね、こういう話を、あの、個々の局面をね、なんかつつきながらね、すごいね、いろいろやりたかったんですけど、いや試しに撮ってみたら、なんか、一つの手形をなんか紹介するだけで、なんか1時間超えちゃったので、で、手形って26個あるんですよ。で、そうすると、なんか単純に計算して、こう、26時間とかいうね、なんかすごい、すごいことになっちゃうので、それは、今回はちょっとやめました。まあでも、そんななんかね、1時間とは言わずまでも、まあそういうのはね、具体的な局面の紹介も、まあおいおいちょっとやろうかなと思っています。というわけで、今回は、チーム世界選手権に先駆けましての、まあ私の展望というか、期待というか、こうなるんじゃないかなという予想でした。チーム世界選手権については、日本時間のだいたい14時から14時開始と20時開始かな。で、1日2曲あるんですけれども、まあ、具体的には8月の10日から15日までがその期間となります。で、このチャンネルで、具体的にね、なんか、同時進行で実況するとかは多分やらないんですけれども、まあ、ちょくちょく経過とかをね、投稿タブの方に書いていこうかと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、本日はご視聴いただきありがとうございました。